はい、どうもこんばんは、いさいさです。今回はですね、モンスターコマンダーズ混沌の戦略団というゲームをね、遊んでいこうかなと思うんですけど、こちらのゲームはですね、なんだっけな、ジャンル。Steam ストアでは、男性 SF ストラテジーゲームという風になっているんですけど、ですね、モンスターをね、編成して、対峙するモンスターを倒すっていうだけのゲームとはなっているんですが、そのね、コードをね、あのーテキスト入力でやるんですよ。で、それをチャット GPT で処理して、結果を出すっていうね、なかなか興味深いね、ことをね、やってるんですけどね。で、なんかね、TRPG っぽいんですよね。いさいさね、TRPG は遊んだことないんですけど、ちょっとね、その雰囲気をね、感じられるゲームになってると思います。ちょっとね、軽く触ったんで、どんなもんか、ちょっとやっていきましょう。で、そうだ。このゲームね、BGM ね、ないんですよ。一切。なので、適当に曲つけてきます。うん。で、討伐準備。これね、ランダムモンスター生成。これで、自分のモンスターをね、作れるんですけどね、お金。これ、ゲーム内にお金がいるんですけどね。で、作れると。今ね、2体持ってるんですけどね。オリジナルモンスター生成。次はね。これは、そう、これ、特別な石がいるんですよ。これね、ここの。こいつは、ランダムは、勝手にね、作られるんですけど、オリジナルモンスターは自分でね、その、どんなスキルだったり、どんな能力だったりとか、あと、見た目をね、テキスト入力で作れるんですよ。これはね、AI アートとかをね、やってる人とかは得意かもしれないですけど、ちょっとね、特別な石がね、1個いるので、ちょっと二の足踏んでて使ってないです。あと時間かかるから、今ちょっとこう走ろうかな。っていうのも、このゲームね、基本無料となってるんですけど、この特別な石がなんかアイテム課金みたいになってて、お金がかかるんですよね。それは別にいいんですけどね、ちょっとね、貧乏症が出てね、あと時間かかりそうだなっていうので、保留にしてます。で、これ、パーティー編成。ここで、今ね、これ2体。ブラキオケラトと、違う。こいつだ。グランパキ。この2体をね、作ってるんですよ。こいつを、ここで、パーティーに入れるってことですね。んで、モンスター編集、モンスター編集自動生成でもね、作れるんですね。編集できるんだ。いいか。これはいいや。で、闘技場は、これはいいな。これね、ちょっとやってみたんですけど、多分ね、他プレイヤーが作ったモンスターとの自動対戦ですね。自動だからね、ただ見てるだけなんですよ。ランダムモンスターではね、叶わなかった。叶わなかった。そのうちね、やってみたいと思います。とりあえず、いいか、こんぐらいで、オリジナルクエスト、ロビー、これ、あれですね。買ってくれた。こんな感じ。あと文字数もあるんですけどね。それは、ちょっとまた後で話しましょう。とりあえず、パーティーは、
れで OK ね。じゃあ討伐掲示板、これね、基本まあね戦っていくだけなんですけどね。ドリルすんごいな欲しい。なんかね簡単なやつがいいですね。ちょっと討伐難易度高いよ。どれもあった。1、新人冒険者必見。図書館に現れた賢者ネズミの討伐を求む。知識を吸収し高い知能を持つが体は非力。情報収集能力に優れ、魔法の補助が得意。注意、一撃で倒せるが毒の牙には警戒を。戦略的な対応で対峙してください。ゴブリンとかもいいけど、まあ、軽いやつでいっていきましょう。討伐へ向かう。スカララット。古びた書簡の誇りっぽい書家の間にスカラーラットが佇んでいます。その小さな体からは想像もつかないほどの魔力を感じます。賢者ネズミの弓のに始め、素敵な光が正面に宿っています。静寂に包まれた図書館に今、戦いの火蓋が切って落とされようとしています。ってことね。で、じゃあ、こいつを倒さないといけないんだよね。どうしようかな。設定があるね。古代の戦士と死に合わせたパキケファロサウルス一族の末裔である。彼の頭は硬いドーム状の骨で覆われており、その強固な頭突きは波のモンスターでは耐えられない。彼は一族の誇りを守ったが一生が期待されている。素早い敵には苦手で。ってやばいじゃん。素早そうだからな。で、こっち。ブラキオケラト。設定。乾燥地帯に生息する草食性のモンスターで、主に草や小さな植物を食べて生きています。常に群れで行動することで安全を確保しようとします。防御力低い。攻撃を受けると容易に怯える。そう、弱いんだよな。どうしよっかな。まずは、グランドパキだな。初夏。初夏を持ち上げて投げてみる？違う。グラン、いいんじゃない？で、ブラキオケラトどうしようかな。ブラキオケラトは、それを見た。ちょっと待って、こいつ、なんだっけ？違う。スキルがあるんだよね。バリアと、逃げ足かよ。どうしよっかな。防御低いんだよな。いっか。突進してみよう。OK。送信。グランドパキが雄たけびを上げ、巨大な書家を軽々と持ち上げました。グランドパキ。くらえ！小賢しいネズミ！我らが一族の力を見せてやる！勢いよく投げられた書家はスカララットを目がけて飛んでいきます。スカララットは飛んでくる書家を冷静に呪文を唱えました。スカララット。愚かな。魔法の障壁を。こんな声でいいの？書家はスカララットの前に現れた透明な障壁にぶつかり、大きな音を立てて床に崩れ落ちました。障壁の出現にひるむこともなく、ブラキオケラトは突進を開始。ブラキオケラト。いやー、行くしかない。臆病な性格ながらも仲間を守るため勇気を振り絞って突撃します。しかし、スカララットはすでに次の呪文を名称していました。スカララット。毒の霧、解放！紫色の煙がブラキオケトラを包み込みます。ブラキオケラト。苦しい。毒の霧を吸い込み、ブラキオケラトはよろめきながらその場をスローバーに倒れ込みます。ブラキオケラトは戦闘不能になりました。グランパキは怒りで目をくすめました。グランパキ、貴様、卑怯な！しかし、ス
スカララットは冷ややかに放ちます。スカララット、戦いは戦略が全て。貴様らのような蛮族には理解できぬか。失敗した。ですね、討伐は失敗したんですけど、ですね、なんかね、不具合でね、特別な石を3個もらえたので、ちょっとね、オリジナルモンスターをちょっと作ってみたいと思います。廃用した時点で消費されます。いくか。モンスター画像。リアリティ S だよ。モンスター名と画像が欲しいか。どんなやつにしよっかな。モンスターしての概要。自動生成よ。5回しかないんだ。と、設定。すごいね、これ。歌姫は美しい花々が咲き乱れる神秘の森に住む伝説のここまで書くの。ガウスを作ったもので儚げな花のように繊細でありながら、その声は強力な力を秘めている。戦い好まず平和を害するが、仲間が気にさらされるときはその美しい歌声で、止まってるな。弱みじゃもういらなくない？所有スキルはなしか。ちょっと考えようか。はい、作ってみました。モンスターミアポット。で、これね、最近見たね、異世界アニメの主人公をね、ちょっとね、ベースにしてみたんですけど、パッと思いつかなかったので、名前はポットで、これね、画像なんですけど、写実的な14歳くらいの少女、髪は黒髪でショートボブみたいな、写実的じゃないよね。5回ね、できるんですけど、まあ残り0回。最終的にこれです。で、思ったのが、同じね、文面でも画像生成を押すたびにね、違う画像でできますね、これ。だから、まあ、自分の好みに合わないっていうのが出てきても、まあ、繰り返してみてください。で、モンスター設定の概要なんですけど、自動生成用って書いてあったから、これちょっと飛ばしちゃったんですよね。で、モンスター設定が異世界から来た薬師の村へ転生してきた異世界人。ちょっと見たニュースで異世界転生ものだったんですよね。で、腰に下げたポーションは村を出るときに移されたもので、効果の説明は聞いたがうろ覚え。何かの役に立つ程度の認識しかない。弱みは、直接的な戦闘経験に乏しく、身体能力や見た目の年齢と同年代程度。所有スキル。ポーション先生。作りたい効果のあるポーションを想像した薬瓶に入った状態で即座に作り出せる。これね、まあね、知ってる人はね、これでね、あのアニメかって思う人もいるかもしれませんけど、まあそれはあえて言うまい。これで確定しちゃおうかな。確定。で、オリジナルモンスターも作ったわけですけどね。ですね、このゲーム、まあね、基本ね、こちらのね、この討伐掲示板。このね、モンスターと、違うな。モンスターで、自身のモンスターでパーティーを組んで、モンスターを倒していくっていうのがメインなんですけど、これ、オリジナルクエスト。これがですね、こいつ、特別な石をね、支払って、プレイヤーがね、自分でこうクエストを作れるんですよ。で、このクエストっていうのが、その戦闘以外のパートをやるっていうんでね、ちょっとね、興味深いなぁと思って。ちょっとだけやってみようかな。
うん。作成、でも作成ってどうなんだろう。ああ。クエストの名前、クエストのイメージ画像、クエスト自動生成。あ、自動作成もあるのか。で、表示クエストが概要、世界観、詳細な内容、チェックポイント、成功条件、失敗条件。へえ。面白そう。ちょっと時間があったら、実際その作ってみようかな。まあ、でも、今回は遊ぶ側ですよ。あ、来た。これ、でも全部、プレイヤーが作ったのかな。もともと用意されていたクエストが何なんですかね。これはでも同じがあるな。処刑直前の姫を救出し、国境を交わせながら国境を目指す。道中の選択で姫の好感度を保ち、国境突破後のめんどくさそうだな。終焉の星、最高難易度のクエスト。星を救うため3つのシーンを突破する。報酬。なんかそういう金額。中身、上先生。もう一緒だな。世界に転生したあなたは神からプレゼントとして前世の知識と1人から3人のスカイマをプレゼントされ、小さなお店をたくさんあります。さあ、スカイ機の地を開こう。世界書店もらって。これちょっと面白そうだな。長くなりそうだけど。で、いろいろ見てるんだけどね、なんかね、テストとかね、あとね、エロ要素がね、R18 とかってなんだよと、エロ要素いらんわ。そういうのがね、結構あってね、33まで来たよ。でね、これ、ちょっと軽そうじゃない？付近を飛び回るドラゴンの問題を解決し、報酬として素敵な一軒家と平和で安定した生活を手に入れる。なんか良さそうじゃない？でもね、クエスト冒険の終わりってちょっと不穏な感じがするけど、まあ、これ一応やってみましょう。開始。村の中心にある広場で、あなた、パキ、ポット、ケラトは冒険の準備をしています。空には不吉な影が舞い、ドラゴンの方向が遠くから聞こえてきます。人々は不安な表情で空を見上げています。さあ、まずはチェックポイント1。村の周辺を探索し、ドラゴンが巣を作っている地域を特定する。途中、ドラゴンが残した痕跡をたどるスキルチェックが必要。挑戦です。あなたはどうしますか？でね、今回この3名できましたよ。でね、ちょっとね、設定変えたんですよ、ポットのね。これだ、スキル。作りたい豪華なるポーションを自身の半径50メートル以内の任意の場所に作り出せる。また、想像した瓶に入った状態での生産可能っていうことに変えました。なので、宝石がちょっと減ってるんですよね。石が。あと、めんどくさいから、グランドパキー、もう名前をパキにしました。で、なんだっけ、元の名前忘れてたよ。ケルト。ケルト。こんな感じです。で、どうするか。村の中心にある広場にいるんだよね。ドラゴンの方向が聞こえてくると。じゃあ、村の周辺を探索か。でもまずはね、村長に会いに行こうかな。
これね。まず村長に話を聞くために村長を探す。OK。じゃあ、送信。あなたは村人を探し回り、村長を見つけました。村長は憔悴した様子でドラゴンの出現を村は不安に包まれていくことがあります。ドラゴンの情報によると、北野山岳地帯に姿を消すことが多いとのこと。また、村の北側の森で吐き越えた木々や巨大な足跡、鱗のようなものが落ちているのを見たという証言が得られました。これはドラゴンの痕跡を取る良い手がかりになりそうです。スキルチェックを行います。あなたはどのようにドラゴンの痕跡を取られますか？パッキン、ポット、ケラティン、どのような指示を出しますか？村の北の山岳地帯に姿を消すことが多い。北側に多いってことかな。どうしよっかな。じゃあ、パキとケラトは北側の探索に行かせて、ポットは村から情報を集めるか。パキとケラトは村の北の森で探索に向かい、ポットは村の住人から情報を集めることでした。どうすか？送信。了解しました。パキとケラトは村の北の森へ向かいます。力強いパキは足跡をたどり、ケラトは鋭い嗅覚で鱗を匂いを追います。パキとケラトの痕跡追跡、成功率 70%。乱数42、成功です。パキとケラトは村の奥深くで巨大な洞窟を発見しました。洞窟の入り口は焼き焦げ、硫黄の匂いが漂っています。間違いなくドラゴンの巣です。一方、ポットは室伏たちから情報を集めます。ポットの情報収集、成功確率 60%。乱数80、成功です。ポットは村の長老から古い言い伝えを聞きました。北の山にはかつて女神が住んでいたが、ある時姿を消し、代わりにドラゴンが現れたというものです。そして女神は白い光をまとっていたということも分かりました。パキとケラトがドラゴンの巣を発見し、ポットが女神の言い伝えを聞きました。これらの情報によりドラゴンの巣の場所を特定し、チェックポイント1を達成しました。チェックポイントってなんだ？まあ、池だってことかな？でも待ってよ。パキとケラトは、ドラゴンの巣を発見した。だよね。じゃあ、一旦ね、合流するか。ドラゴンの巣。こんな感じでいいんじゃない？ OK？ドラゴンの巣を発見したパキとケラトは一度村へ戻ることにした。そして、村長の話を聞いたポットは、かつて女神が存在していたことに驚き、思案していると、一匹の犬が人懐っこくまとわりついてきた。ここね。ワンコの絵があるからね。なんとなく登場してみた。どう？ドン。パキとケラトは無事村に戻り、あなたとポットにドラゴンの巣の場所を報告します。ポットは集めた情報を共有し、女神とドラゴンの関連性に皆が注目します。その時、ポットに一匹の犬が近寄ってきました。人懐っこく尻尾を振り、まるで何かを伝えようとしているかのようです。これは何か意味があるのでしょうか。チェックポイント2。ドラゴンが実は元は九段の領地を守護する女神であり、
今も領地を見守っていたことが発見できるか観察や推理、聖なる力の強さ等で成功判定への手がかりになるかもしれません。どのようにこうしますか。何かを伝えようとしている犬の様子を見て、ポットが犬に近寄ると、その犬はこっちだと導くように走り出しました。送信。ポットは犬の後を追うことにしました。犬は森の中を軽快に走り、ポットはその後を必死で追いかけます。しばらくすると、犬は小さな祠の前に立ち止まりました。祠は古びてツタに覆われていますが、かすかに白い光が漏れ出ています。犬は祠の前で吠え、ポットに何かを伝えようとしているようです。観察、推理チェック、成功率確率75%。ランス成功です。ポットは祠から感じるかすかな聖なる力、そして長老から聞いた女神の言い伝え、これらの情報を結びつけ、ある推論に至ります。この祠はかつて女神が祀られていた場所で、今もなお女神の力が残っているのではないか。そしてこの犬は女神の使いではないのかと、この発見によりドラゴンがかつてこの地を守護していた女神であり、今もなおこの地を見守っている可能性が濃厚になりました。おお、チェックポイント2達成。おお、来たね。あなたはドラゴンのせいに向かう前にこの祠に何かしますか？それともすぐにドラゴンのせいに向かいますか？これはね、祠に何かするでしょう。どうしよっかな。ポットに調べするか。ポットは祠を丁寧に調べます。ツタをかき分け、古びた石碑を解読しようと思います。石碑？石碑解読チェック、成功率 50%、乱数27。成功です。石碑には古代の文字で女神の物語が刻まれていました。かつてこの地を守護していた女神は、邪悪な者から領地を守るため、自らの身を竜の姿に変えていたというのです。しかし、竜の姿になったことで、人々から襲えられ、孤独に苛まれていました。そして、女神を元の姿に戻すためには、純粋な心が必要だと記されていました。この情報を得たことで、ドラゴンとの対峙方法が見えてきました。いよいよドラゴンのせいに向かう時です。どうしますか？どうしますか？どうしますか？どういうこと？純粋な心。純粋な心。ワンコなのかな？どうしために純粋な声なのね。このまま行っていけるのかな？じゃあ、行ってみますか。あなたはパキ、ポット、ケトラ、ケラと共にドラゴンの巣、北の山の地帯の洞窟へと向かいます。洞窟の入り口からは熱気と硫黄の匂いが漂ってきています。中に入ると洞窟の奥に巨大な影が見えます。赤い目が光り、鋭い爪と牙が不気味に輝いています。ドラゴンです。ドラゴンは威圧的な方向を上げ、あなたたちを睨みつけます。チェックポイント3。ドラゴンと直接対峙し、戦いまたは対応を通じてドラゴンの図面を知り、回帰性導く。戦闘スキルと対話スキルの両方が試せる場合。これ、なんか、ヒントくれるのかな？さあ、どうしますか？どうしようかね。
まずは、女神なんだもんな、ドラゴン。は、これどう？送信。ボットが勇気を振り絞ってドラゴンに話しかけます。ドラゴンよ、あなたは村を幾度となく災いから守った女神なのですね。ドラゴンは一瞬静まり返り、それから悲しげな声で言いました。なぜそれを知っている？夫は祠で見つけた石碑の物語、そして村の長老から聞いた言い伝えを話します。人々がドラゴンを恐れていること、しかし本当は女神として感謝していること、そして元の姿に戻ってほしいと願っていることを伝えます。ダイヤスクルチェック、成功率 60%、ランス78、成功です。ドラゴンの目から涙が流れ落ちます。私は人々を守るために竜の姿になった。しかし、この姿ではもはや彼らに近づくことはできない。これだった。誰にも理解されないと。ドラゴンは静かに語り始めます。魔物から村を守るために竜の姿になったこと。しかし、その姿ゆえに人々から恐れられ、孤独に苦しんでいたこと。そして、元の姿に戻るためには純粋な心が必要だが、竜の姿になってからはそれを感じることができなくなってしまったこと。ドラゴンの望み、そして解決策が明らかになりました。チェックポイント3は達成です。さあ、あなたはどのようにしてドラゴンを元の美しい女神の姿に戻しますか？どうなのこれ。犬って化身だったんだよね。犬どうなんだろう。ちょっと作ってみるか。夫は犬を優しく詰め言います。あなたはその身になる前に自身を忘れないよう、この犬にその心の記憶を残したのではないですか？で、この先も書きたいけど、ちょっとこれ任せてみるか。これで送信。ドン。さあ、どう来る？ポットの言葉にドラゴン、そして犬はハッとします。犬は喜びに満ちたように激しく尻尾を振り、ドラゴンの周りを跳ね回り始めました。ドラゴンは言います。そうか。私の一部。確かに。この犬には私の心は残されている。ドラゴンは犬に優しく触れ、その体に白い光が流れ込みます。すると、ドラゴンの体は輝き始め、巨大な竜の姿から美しい白い衣をまとった女神へと変わっていきました。女神は穏やかな笑みを浮かべ言いました。ありがとう。あなたたちのおかげで私は元の姿に戻ることができました。そして人々の温かい心を感じることができました。女神は再びこの地を守護することを誓い、領地はかつてないほどの繁栄の時代を迎えることになりました。あなたたちは素敵な一軒家を報酬として受け取り、平和で安定した生活を送ることになりました。クエスト成功！ OK！ クエスト終わり。あ、報酬なしね。報酬なしね。そっか。はい。というわけでね、オリジナルクエスト1本クリアしてみたんですけど、どうでした？結構楽しくないですか？まあね、なんかね、森からなんかベタな
感じで終わらせましたけど、制作者の方の意図をうまく汲み取れてたのかな、それは不明ですね。うん。でね、これだ、これ。今ね、15,000、15万文字になってますけど、これ、文字数ね、また後でって言ったような気がするんですけど、全然説明してなかったですね。これですね、1日にね、使える文字数はね、決められてるんですよ。これね、見ての通りです。最大15万まで少しずつ回復で、まあ1日15万文字ってことですね。だから、これね、買うと20万文字になる。そんなに使うかな。打ち上げ差的にはね、もう15万文字で、まあ今のところ問題ないですよね。でだ、最後にね、せっかくね、なんだっけ、これか。パーティー編成。じゃあ、モンスター編集で、特別な編をちょっと、0.25 使って編纂したので、闘技場をちょっとやってみようかな。待った。行くならね、いっそソロでね、行かしてみよう。ポットね。で保存して、闘技場へ。出てきました。若干ロードに時間かかるような気がしますけどね。ランダムとランキング。ランキング、すごいな。これお金もらえるのかな。行きました。それでも、こんだけもらえるのか。なんか、やばそうだから。ランダムで行こう。こっちも一人だからね。ソロプレイヤーがいいなぁ。何これなんかちょっと面白そう。この人にしよう。戦う。モンスター名 RTA 実況者。やばいとこ行っちゃったかな。薬師の村の少し離れた村の中、異世界の薬師見習い夫と魔物使いであるあなたは立っている。視線の先には奇妙な男が空を見つめながら喋っている。男の隣には誰もいないが、時折空中に指で何かをタップしているんだ。どうやらこれが討伐対象の RTA 実況者らしい。1、プレイヤーとポットの行動。プレイヤーである魔物使いは戦闘に参加できないため指示を出す。ポットには様子を見ながら必要であればポーションでサポートしてと指示を出す。RTA 実況者、どうやらゲームに夢中でこちらに気づいていない。2、行動順。1、RTA 実況者。2、ポット。3、行動内容セルフ。RTA 実況者。はい、どうも皆さん、こんにちは。RTA 実況者の〇〇です。今回挑戦するのは、モンスターコマンダーズ、アポカリプトラ、最速撃破でございます。早速と、討伐完了と。ランダムモンスター生成、レアリティ定で3回ガチャ。よし。モンスター編集で名前変更。よし。これで準備完了。よし。行くぞ。虚空に向かって喋り続け、時折空中に見えた何かをタップしている。どうやら本当にゲームをしているようだ。この人何やってんだろう。言われた通り様子を見ている。1、プレイヤーポットの行動。プレイヤーはもう少し様子を見よう。何かあればポーション対応してとポットにして出す。ポットは好き腰に下げてポーションをポットは腰に下げたポーションにそっと触れる。2、行動順。1、RTA プレイヤー。2、ポット。3、コロナセル。RTA 実況者。さあ、最初の敵とのエンカウント。ってあれ誰もいない。バグかな。まあいっか。とりあえず攻撃だ。山より巨大なこの世界の神。伝説のスーパーサイヤ人。いけー。相変わらず虚空に向かって喋り、指でタップを繰り返している。
本当にゲームしてるみたい。状況を理解し、この討伐対象は自分たちに危害を加える気がないことを確認する。繰り返したね。プレイヤーとボットの行動、プレイヤーは状況を理解し、ボットに話しかけてみようと指示を出す。2、行動順。1、ボット。RT 実況者。で、行動内容とセリフ。すみません。何かお困りですか？なんだお前。で、視聴者、こんなところに？てか、今何分？まだ3分？やばい。新記録ペースって、なんだっけ？あ、そうだ。討伐対象は君たちだったか。今回の RTA はここまで。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。突然現実に引き戻された RTA 実況者は慌てふためきながらも挨拶をして配信を終了したようだ。戦闘は発生せず、RTA 実況者は満足してその場を去っていった。討伐成功。なんだこれなんだこれまあ一応評価しとくか。はい。クエスト終わり。はい。というわけでね、最後にね、闘技場でって言ったけどね、相手間違えたわ。相手間違えたわ。まあでも勝ったからいいですけどね。はい。というところですけど、まあ、なかなかと見てもらいましたけど、どうですかね、このゲーム。ゆさゆさね、結構ね、気に入っちゃったんですけどね。まあ、見てる方、去るところなかったですなかったですか？なんかね、まあ、秋の夜長にこうね、ポチポチと、お酒をちょこちょこやりながら、やっていくような感じでいいんじゃないかなと思います。結構ね、酒進むよ、これ。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画はここまでにしたいと思います。では、また次回の動画でお会いしましょう。もしよろしければコメント、そして高評価、それからチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。では、サイサーでした。またね。街道を行くうちにできるだけ多くの忘れ事をしよう。とうとうとたゆたえば輝きれる分の想像を振りかざして誰かを待ってる。のこの風を縫って街道を行く